日も休まず、新婚旅行も行かずに。どっちかしか出かけられないですよ。2人一緒にっていうのは難しくて。美味しくないカツオはもうみんな分かる。こうご飯を食べるようにカツオ食べますからね。はい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 。はい、茶400円は300円。1300円は初白。当然月の夜の初白が3.2。昼の1時頃やほら。船の観光に1回。香りがやっぱいいですね。麹というのは、日本酒の作りにおいてはたった2割、原材料のたった2割なんですが、その麹の出来が、8割お酒の8割の味を左右する、決めるんだよ。強いものでその思いが、そのまんま酒名になりました。完全天秤のきっかけで、もともと高知県の西部の方の黒潮町というところで始まったんですよね。はい、でそこで遠藤さんが修行をして独立するためにどんどんこう東部の方に土地を探していって見つかったのが隣の田野町というところで、そこで名前を田野屋円次郎として独立したっていうのが15年前ぐらいかな。はい、で自分たちはそこに3年間修行して田野屋知らんと田野屋白斗っていう名前を2人とももらって、独立しました。海水をもうどんどん継ぎ足していって、これ今最初に出てきたのはこれカルシウムですね。これをこう混ぜながら塩の味とか形とか大きさをコントロールしていく。もう経験則みたいな感じ。そうですね。見た目とか香りとか手触りでこれは混ぜるとき表面だけを混ぜたりすることで、この底の方でそうですね、これを育てていく。混ぜすぎも良くないですね。すごい。めっちゃ綺麗。じゃあまだこれから。そうですね。継ぎ足してってってことですね。でももうカルシウムは出てきてる。これだったら何日？これで1週間とか。1週間だけ。でも。でも全然普通の種類全然食感ないんですよ。せっかくの確かに。とかって全然とがりないね。ないですね。でこれがもう取った明日にでも取るやつで。これチーズみたいですよね。こんな感じ。これはベーシック。これベーシックです。ベーシック。これでもうほぼ完成。これでそうですね。これにがりと塩に分かれてるんですよ。分かれる。これでなるほど。そうなんですよ。こしてる感じなんですか。これそうこして下は下に溜まってるのがこれにがりです。これにがり。もともと。えぐいわ。熱いね。めっちゃポタポタ垂れてくると思った。どうでしたか、実際生でこの現場見て。いや、これもう多分僕だったら1日でリタイアします。本当ベーシックのシルクみたいなやつがすごい神秘的で。すごいですね、本当にきめ細かいですね。もうそうなるようにもう一日も休まず、新婚旅行も行かずに。どっちかしか出かけられないですよ。2人一緒にっていうのは難しくて、やっぱ機嫌のね良し悪しとかも出ちゃうんで、塩になるべく平常心で。お二人の機嫌がね。そうですね。夫婦喧嘩したら最悪じゃないですか。ここがまず大事的な。これ一応全部地物のカップ。
先とアジのそうですね、あんまないですよね。あんま見たことないかもしれない。どうですか今日のイサキは。安い。1000円しなかったぐらいだ。ちょっと使ってる？あ、でもう使わない。アジのは頑張れよ。いらない？これは田野屋知らん塩ですか？そうです。めっちゃ贅沢な。はい、めっちゃ贅沢。うちの店でもできてないです。やりたいんですけどね。塩使う量尋常じゃないんです。やっぱり。なんか昔赤酢ブームだったみたいなところから、結構そうお店も白酢に変えたりとかなんか増えてると思うんですけど、でもなんか白の方がなんかより作るのが難しそうというか。白の方がやっぱりその酸味とかがやっぱりダイレクトにくるんで、やっぱりこの塩とのバランスとかそういうのが一番多分大切になってくるんで、結構やっぱ塩がかなり大事ですね。塩の効かせ方とか。ただ酸っぱくてもダメですし、塩効かせすぎてしょっぱいのもダメですし、あとまあもちろん好みもあるんですけど、だからなんか分かりやすく言うと、酸味系と塩味系と、まあ、あと結構甘酸っぱいというか、甘い感じのやつと、なんか白シャリもそうですね、簡単に言うとなんか系統がちょっとあるかな。結構白シャリだからお砂糖しっかり入れて加糖して作ってるところもあれば、酸味を立たせたいか塩味を立たせたいかとか、やっぱお店のそのネタの仕込み方とかによって結構それぞれ考え方が違うんで、うちはやっぱ結構どっちかっていうと本当にこうネタと合うように、こうなんか最後食べた時にちょっと後味に酸味がこう残るようなイメージして作ってるんで、結構やっぱうちは塩は結構大事ですね。すげえな。一般のお家でプロフェッショナルたちが料理して寿司握ってるってちょっと夢のようですね。現実感がないです。これおうちのキハダマグロと、イサキですね。先ほど地元の魚屋さんで買ってきた、魚屋さんで買ってきた地元の魚です。ただシャリは寿司に消化仕様で。そうっすね。白身とかの方が合うかもしれないです。本当にバランスが良くて、一体感がすごいですよね。普段は塩作って送って使ってもらってますけど、こんな風に使ってもらえてると思うと余計イメージが湧きますよね。そうですね。なんかこんな感じかっていうのが。いや贅沢ですね。わからず進めてます。ポテト入ってこう。なるほど。えのきと生姜と大葉のソースです。舞茸は、シンプルにローストして、下がじゃがいものピューレで、上からコリアンダーっていうスパイスをかける。それはアスパラを、アスパラソテーでソースがバターと海苔のソースです。バターとあとビネガーを使った。うまっ。アスパラうまい。これちょっとお酢が、酸味が激うま。舞茸ナチュラルでうまい。北斗舞茸。これナスも贅沢だ。地元の魚と地元のこう海でね、海水で作ったものなので合わないわけがないというか。
うまっ。さっぱり。同じ時間で取れてもただ単に実況するのもそこで保存する時間とか温度とか考えてやってるので魚の艶がやっぱ全然違う。漁師さんごとにその整理してるんですか？そうです。で基本的に帰ってきた順番で競りが順番に行われるような形。やっぱその日の感じによっては、最初に脱水度が高い時もあれば、後で脱水度が高い時もあるみたいな。そこはちょっと競りの面白い駆け引きというかあるんですね。高知の中でも結構魚が有名な場所ですけど、現地のこのリアルな感じ見てどうですか？印象とか。やっぱり鮮度感はやっぱりすごいいいですよ。2時間とか特に釣れ物とか。でもやっぱ見るとメジカも釣りと網でやったやつはやっぱ釣りの綺麗さが全然違うというのはすごい分かりました僕も。でも結構ベテランの方も多いですけど若い同世代の方とかも結構頑張って活躍されてたりこれからが楽しみな旅行ですよね。そういう方たちの方がやっぱりこう神経締めだったりとか魚の処理とかいろいろやっぱ取り入れようとしてなんか試行錯誤やってるので楽しみですよね。西岡酒造さんって今もう何年目ぐらいの酒蔵ですか？1781年創業なんで、ほぼ250年近く。だから東南海地震にも2回耐えてる建物です。すごい年季が入ってますね。で神棚とかありますけど基本的に神頼みの部分もかなり多くてですね結局お米の出来であったり天気であったり普段の気温であったりもそういうのは自分の力ではどうにもならないものがいっぱいあるんでそういうものはもう神頼みしかない。そう自分らでできることは最大限やりますけどどうしても自然とかそういうものに関してはもう神頼みの部分があるのでそういう信仰とまでは言わんでかもしれないですけど頼めるもんは頼んでくる。でもこの蔵自体がその高知で一番古いんですよね。そうですね。はい。江戸時代ってことですか？そう江戸時代に。江戸時代の建屋ってことですよね。そうですね。はい。一番そのベーシックというか売れてるのは辛口純米これ。はい。クレっていうこの銘柄がやっぱ代表の銘柄なんです。県外は特に出てますね。じゃあいきます。はい。いただきます。
おお、でも結構しっかりテイストだ。やっぱ酒造りって水がきれいじゃないといいお酒って作れない。まあ8割方水です。水ですよね。だから高知はやっぱり水がきれいですよね。そうですね。川のイメージがすごい強いんで。でも上に西岡って書いてます。いいじゃん。いやでも一本出したいなんか。西岡酒。野望ですからね。うん。こっちの方が優しいな。だから関門がいずつうちのコンセプトはもう世界一カツオに合うお酒を目指してるんで、それで言うたらこの辛口純米がカツオと一緒に食べると抜群にあります。カツオみたいなちょっと癖のあるものと一緒に食べてもらうと多分やると分かるんですけど、だいぶ甘く感じます。これはもう変化がすごい楽しい。まあ、いてみや行きやったら、あこで入り口から登りたバタータッチ。で、あとメジカは例年でいうと何月から何月ぐらいまで食べれる魚ですか？8月から大体ね11月までやね。あ、11月ぐらいまであるんですか？秋。この大敷が始まったらやめる。ああ。何がありますか？メジカと。あ、トビウオとかもあるんですか？トビウオもある。トビウオはあったらこっちですよ。大敷。でメジカは1人1個食べたいですよね。どうぞ。指がないよ。はい。これどうしたんですか？これもっと僕大工が。ああ、そうなんですね。市場には多いで大工さんっていう。ああ。木肌も買ってる。トビウオ刺身食べたことないかも。あ、そうなのよ。結構高知ではよく食べるんですか？あっさり系やね。夏時はね、虫がおるわよ。あんまりね。次はね、ややこしい料理。鱗がすごい。鱗すごい。白いっすね。本当は鱗変えたいけど。豊洲にトビウオとか売ってんの？売ってるんだ。はい。来るよ。トビはね。結構伊豆諸島でも結構取れるんですよ。取る。いやだからあごだしの原料です。九州の方がね、あごだしってもっと細いやつらしいですよね。めっちゃ綺麗だもんね。もっちりしてる。やっぱね、こう早く食べるとね、もう早これも夕方の6時7時になったら、全然この食感がねなくなる。このグビのね、これがクレ流。夜の9時も10時ももつ。昼の1時ぐらいほら。船の観光、大体予約やと。予約高知市内とかで残ったら一般に売る。なるほどね。みんなが買いに来てるんだ。そうそう、買いに来てる。高知の料理屋さんで買いに来てるんで。市場のほんと隣で。こんまいテント発注。こんまいテント発注日やね。そうそう、中土佐。中土佐。多分なんか手違いのかな。20分。高速乗って20分。香りがやっぱいいですね。これやっぱブシュカンをこのすらないとダメなんですか？こっちの食べ方は。すらいでも我慢けど、まあこの香りがほら、爽やかな。
さあすごい。いやこれ部署の色ーいやめちゃくちゃうまいな。めちゃくちゃうまい。うわー久々の短いただきます。うまっ。やっぱ食感がもう生きてますね。確かに。プリップリ。あ、もう。これ僕のね晩酌のあてなんすか。これ何？醤油つけちゅうだけこれ短？短と琉球と一緒うわー。ありがとうございます。割とこうつまみになるありがとうございます。ローカルフードランキングトップクラスに入る過去食べた。サクサク。あ、飛び子も食感すごいな。シャキシャキしてる。この食感よ。食感がたまらない。田野屋知らんさんの塩をまとったローカルなメジカ。ナチュラル。これはさっき上がっちゃったキハダ。部屋だうわさっき買いたてのキハダマグロ定置で上がったばっかり。すげえ。マグロでこんな食感食べたことないわ。ブリッとねっちりだな。あっさりしてるんですけど、めっちゃなんか旨味っていうか味もしっかりあるんですよね。メジカ高知でしかない魚。使わないですよね。だってこんだけ魚にうるさい人が今まで食べた刺身で一番うまかったかもしれないです。よかったよかったです。鮮度はいいしこのメジカは高知でしか食べれないんですか？他の四国とかで取れたりもしないんですか？取れよろとよ取れよと思う。でも食べる文化はないそうないっていうないんですね。ごちそうさまでした。塩持ってきて塩ね、はい。塩もすごい美味しかった。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。なんかまたブシュカンじゃない、なんかみかんつけますかって言われたんで、また違う柑橘。なんとかみかん。あ、これはこれでうまい。味濃いですね。甘い。一番。うまっ。しっかり詰まってる。うまいわ。油の乗りがやっぱ大人って感じがします。メジカと比べると、なんかこの柑橘がめちゃくちゃマッチしてます。そうなんです。お料理と一緒に、いただいて初めて成立するようなところがあるんですね。淡麗辛口なので、合わせやすいので、そのなんていうんですか、引き立て合うっていうんですかね、お料理とそういう側面があるので、まずですねおすすめするのは、冷やおろしと言いまして、秋の限定秋の限定酒、9月の18日にうちこれ発売になりました。はい。ではどうぞお試しください。はい、これ旬のお酒なので、旬の食材にはもうバッチリ。結構しっかりタッチがしっかりしてる。あ、そうですか。この長い名前は、2割、麹というのは、日本酒の作りにおいてはたった2割、原材料のたった2割なんですが、その麹の出来が、8割、お酒の8割の味を左右する、決めるんだよっていう、もう持論がありまして、強いものでその思いが、そのまんま酒名になりました。でしたがってこれ今当時の一押しのお酒です。なるほど。レギュラーなんですか？
レギュラーです。季節限定とかではないです。ないです。はい。これ日本酒好きの方に大変評判が良くて、リピート率はナンバーワンです。このお店では。どうぞどうぞ。はい。で、柔らかい。はい。これがありまして、それで作ってます。これも吟醸なので、ちょっと華やかで。はい、そうです。すみません、こんな飲ませていただいて。はい、ありがとうございます。すみません。ありがとうございました。今日は。ありがとうございました。イベントも頑張りましょう。お疲れでした。お疲れでした。うわー、いやー、しっかりたっぷりいきます。いただきます。いやー、うまい。うまい。とか、あとなんです高知はカツオのイメージがこんな強いんですか？カツオはね、両方ももともとが一本釣りで。釣りなんですね。昔はかってうだいてね、やって傷つけんように、そういうふうなことをしたりとか、ほんでテント張ってドンと落ちないようにその目の中テントへ落ちて流れていくとか、それが同じ一本釣りでもすごく丁寧なんですよ。もう釣る人もそうですけど、それを扱う魚屋さんもそうやし、私らももちろんそれを食べに来てくれるお客さんもその美味しいカツオを食べたいというその気持ちを持ってきてくれるから、そのはける量もやっぱ多いんです。でちょびっとほらしか食べてもらえんかったら、せっかく構えても残っていくじゃないですか。よその県の人から比べるとかなりなその回転率というか、ご飯を食べるようにカツオ食べますからね。そこのほんでやっぱカツオに対するその好きさというもんがやっぱこう全体をこう押し上げて、で美味しくないカツオはもうみんな分かるこう感覚を持ってますからね。でもうその魚屋さん自体が切った時にこの硬いとか臭いとかいうカツオがあって、これは食べれないというカツオはもう一切出しませんので、それでもう美味しいカツオしかこう回ってない。でもカツオのイメージありますけど、やっぱこの夏から秋に入るぐらいまでの間のメジカ新香、もうソーダカツオのもうこれはもうこれを食べに今日来たぐらいのよかったです。やっぱ食感は絶対東京じゃ味わえない味わえませんね。ですよね。あれはほんでもともと漁師さんが取った魚が、昔は今のように道路も良くないし、で冷やすあれもなかったから、その港でしか生食というのはなかったんですよ。もうここらで言ったら須崎か呉か、それから清水の方とか、そういうその港町のもう本当好きな人が刺身で食べるみたいな。ほんでバケツいっぱいバーンもう取っていってってもう10円で取っていけみたいな、そんなね、あとはもう焼くなり煮るなりしてほら、茹で節か焼き節か、そんなんしかもうなかったんですけどね。最近はもういろいろこう流通がいいので、高知私らはこの高知でも結構その新しい状態で食べてもらえるという。いやー最高でしたね。特にもうあれは漁師さんと魚屋さんのタッグで信頼関係生かしてきて、それを魚屋さんが神経締めして持ってきてくれてるから。あれは基本的にもう今日のもの、当日のものじゃないと食感とか味わいはないですよね。ありがとうございました。なんか高知が好きになりました。でお寿司も食べれて甘い感じのシャリで美味しかったです。私らがほらもう子供の頃はもう本当に物がない時代でしたので、もう甘いというイコールもごちそうという時代で、いや美味しかったです。美味しかったです。そのまんまの味ですから。ほっこりする食体験をさせていただきました。遅くまでありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです本当に。ありがとうございます。お元気で。ありがとうございます。神戸やれるに抵抗なかったですか？めちゃくちゃありました突き詰めて何かをしたいっていうのが自分の性格があったので、一つのものを追求していきたい、
美味しくないウニにミョウバンを使うから脱水されて余計美味しくなくなっちゃうからミョウバン使ってるウニで美味しくないっていう話なんで、結構やっぱちょっと勘違いされてる方結構多いんですけど、実はミョウバン自体が悪いわけじゃないんですよ。海水で始まり海水で終わるっていう。マニアック。その10月頭に3人で高知行った時に大将がブシュカにドハマりして、ね、でこっちで買えないんですよ。